はい、皆さんこんにちは、かっちゃんです。とんきゃつ。ということで今日はレンチンしてすぐに食べられる冷凍作り置き弁当シリーズということで、恒例の豚こま肉を使って少ない油で揚げずに簡単冷凍とんかつ弁当を作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。材料は豚こま切れ肉 300g、卵3個、キャベツ 200g、炊いたご飯3合分。その他細かい調味料や材料は動画の概要欄にも記載してあるので、そちら参考に作ってみてください。はい。ではまず、冷凍可能な保存容器に炊いたご飯を入れます。ご飯の量は1食180から 200g ほどを目安に使ってください。ご飯を詰めたら乾燥しないように斜めに蓋を置いて粗熱を取り冷ましておきます。キャベツ 200g の芯を落とし 3mm 幅程度の食べやすい長さに細切りします。切り終えたら耐熱のボウルに入れラップをして 600W の電子レンジで2分半加熱します。加熱したら冷水でさっと流して粗熱を取り、手で握って水気を絞り、ボウルに入れます。水気を絞り終えたら、すりごま小さじ2、味噌小さじ2、砂糖小さじ1を入れ、味噌を溶かし全体を混ぜ合わせます。はい。ではこれでおかず一品目のごま味噌キャベツの完成です。ボウルに卵1個を割り入れ溶きほぐし、半量をとんかつのバッター液に使うので取り分けます。では半量の卵に片栗粉小さじ1、水小さじ1、砂糖小さじ1、マヨネーズ大さじ1、塩小さじ4分の1を入れ溶かし合わせ、卵2個を割り入れ、卵を溶きほぐし混ぜ合わせます。では混ぜ合わせたら卵焼きを使うのに後から使うので、使うまで冷蔵庫に入れておきます。はい。では取り分けた半量の溶き卵に薄力粉大さじ4、水大さじ3を入れ、ダマなく混ぜバッター液を作ります。バッター液を作ったら豚こま切れ肉 300g に酒大さじ1、薄力粉小さじ1、塩コショウ少々を振り、豚肉に調味料を揉み込みます。調味料を揉み込んだら豚肉を手でちぎって15等分し、平らな円形に形を整えます。豚肉を15等分し、平らな円形に形を整えたら、作っておいたバッター液にくぐらせ、表面にパン粉をまぶします。パン粉をまぶしたら、フライパンに深さ 5mm から 1cm ほど油を入れて、中火で熱します。はい。ではフライパンと油が温まったら、パン粉をまぶした豚肉を並べ入れ、加熱します。はい。では2分半から3分ほどで、底が色づいたら返して半面も加熱します。はい。では半面も2分半ほど加熱して、全体が色づいたら取り出して油を切ります。はい。ではおかず2品目、ミニとんかつの完成です。では最後冷蔵庫に入れておいた溶き卵で卵焼きを焼きます。少し片栗粉とか調味料沈んでいるといけないので、使う前によく混ぜてから使ってください。では卵焼きが焼き上がったら粗熱が取れるまで冷まします。はい。では出来上がったおかずと詰めておいたご飯の粗熱が取れたので、粗熱の取れた卵焼きを10等分に切ります。切り終えたら
粗熱の取れたご飯の上半分に卵とごま味噌キャベツを乗せます。卵とごま味噌キャベツを乗せたら、半面にとんかつを置いていくんですけど、ご飯が油っぽくならないように、海苔をだいたいこのペースに合わせて切って乗せて、この上にとんかつを乗せていきます。最悪海苔が苦手だったり、海苔がない場合は、なしで直でとんかつ乗せていただいても大丈夫です。海苔を乗せたら、上に出来上がったとんかつを3切れずつ乗せます。はい。ではこんな感じで、レンチンしてすぐに食べられる冷凍とんかつ弁当の完成です。とんかつにはお好みでソースや味噌などつけて食べてみてください。保存期間の目安は3週間ほどを目安に冷凍保存で保存して食べきってください。温める際は蓋が耐熱の場合は蓋を斜めにして置いていただくか、ラップをかけて600ワットで4分半から5分ほど食材が温まるまで加熱して食べてみてください。はい。ではこんな感じで、レンチンしてすぐに食べられる冷凍とんかつ弁当の完成です。はい。じゃあ今こんな感じにできました。はい。では今回は、レンチンしてすぐに食べられる超便利な冷凍作り置き、冷凍とんかつ弁当を作ってみました。それでは、本日は、梨サワーで乾杯。乾杯。なし。じゃあ早速いただきましょう。今回は最近ハマってよく作ってる冷凍作り置き弁当レシピということで、大好きな豚こま肉を使って少ない油で揚げずに簡単美味しく作れるとんかつ弁当を作ってみました。じゃあまずちょっと今作ったばっかの出来たてをいただきます。で、とんかつはもう全く味ついてないので、ソースや味噌などお好みの調味料つけて食べてみてください。うちは大好きなこのつけて味噌をかけた味噌をつけていただきます。じゃあいただきます。おいとん。いい味。お手軽に買える豚こま肉を使い、調味料を揉み込むことで、しっとり柔らかに仕上がりつつ、手でちぎって食材をまとめて使うことによって、一枚のお肉のように豚肉がまとまり、美味しく仕上がります。で、調味料も煮込んであるので、冷凍して再加熱してもお肉が柔らかく美味しく食べられ、大きさをこういう感じで自由に調節できるので、お弁当に入れやすい大きさに綺麗に仕上がります。で、冷凍食品フライの小さめのサイズのとんかつなので、結構こう平らのベッとした形なので、たっぷりの油を使わず、少ない油で調理することができます。じゃあこのキャベツや卵もいただきます。で、今回はとんかつと食べ合わせの良いキャベツを野菜として入れたんですけど、あらかじめレンジで加熱して水分を抜いておくことでお米がべたつかず、味付けはすりごまと味噌、砂糖のシンプルな味付けなんですけど、すりごまのコクと味噌の風味がキャベツにもとんかつにもよくあって美味しく食べられます。で、卵は毎度おなじみ、あらかじめつなぎを合わせておくことによって、冷凍して温め直しても硬くならず、ふわっと美味しく食べられます。じゃあこっちの冷凍しておいた方もいただきます。で、冷凍保存しておくと、レンジで温め直すだけで、パパッと食べられて、とても便利です。若干カツのところはやっぱ衣がどうしても出来たてよりはしなっとしてしまうんですけど、しっかりとんかつ食べてるなっていう、衣もブニャブニャにならず美味しく食べられますし、卵やキャベツも水分を抜いたり、しっかりつなぎを入れておくことによって、出来たてのように美味しく食べられます。じゃあちょっと下のご飯もいただきます。で、とんかつだけ揚げ物なので、ご飯ととんかつの間に海苔を敷いておくと、お米が油っぽくならず美味しく食べられます。
で今回も、毎回私冷凍弁当を作るときに結構具材たっぷりののっけ弁みたいなのが好きで、それをイメージしながらおかずいっぱい食べられるように作ってるんですけど、とんかつも3切れ入ってボリュームもあり、キャベツで野菜も食べられ、卵を入れて見た目も彩りも良く綺麗に仕上がります。はーい。ということで今日はレンチンしてすぐに食べられる冷凍とんかつ弁当を作ってみた動画でした。豚こま肉を使うことで冷凍してもしっとり柔らか美味しいとんかつに仕上がり、とんかつに野菜、卵焼きでボリューム満点のとても美味しいレシピです。ほんと最近ハマってすごく冷凍弁当を動画出してるんですけど、作り置きしておくと食べたい時にパパッと食べられてとても便利なレシピですので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイトントン。とんかつは味噌派です。